原神プロ音楽家と聞く音楽解説。この曲は原神史上最も悲しい曲です。こんにちは、長見ひゆです。今回はフォンテーヌのテーマ曲であるフォンテーヌを解説していきます。このシリーズでは原神の音楽が好きでよく聞くけど、これはどういうジャンルの音楽なんだろうとか、どんな楽器が使われているんだろう、どんなことを表現しているのかなというように、音楽初心者の方でも音楽を楽しめる手助けとなることを目的としています。このシリーズを手助けしてくれるのは、原神をはじめモンスターハンタートライなどアニメ・ゲーム音楽収録に数多く携わった私のお母さん、そしてプロ作曲家の私の旦那です。解説は8年ほどドラムをやっていた元ドラマーの私、長目ひゆがお送りいたします。また、こちらの音楽解説は実際の演奏動画以外は耳で聞いた音のみで楽器などを判断しています。完全に合っているかどうかは断言ができないので、あくまで参考程度にお願いいたします。この動画にはフォンテーヌ編とフリーナの伝説任務映像のネタバレが含まれますので、ネタバレを回避したい方はクリア後の視聴をお勧めいたします。動画の構成はご覧の通り。それでは動画に入りましょう。さて、この曲と同じフレーズが使われている曲があと2つあり、夕暮れの思い、魔人任務中の楽曲となっており、今回解説するフォンテーヌで合計3曲となっています。3つともベースは同じであり、少しだけアレンジが異なる感じですね。今回はフォンテーヌ主題曲のフォンテーヌを解説していきます。まずはフォンテーヌを通しで聴いてみましょう。
いかがだったでしょうか？華やかなはずなのに冷たい印象のある曲でしたね。この楽曲はフルオーケストラによる壮大な響きの中にフランスの伝統的な音楽のエッセンスと水の国特有の幻想的な手法を融合させた傑作です。しかしその華やかさを一枚めくると、そこには残酷なまでの哀愁と誰にも届かない叫びが隠されています。この曲はフレンチワルツであり、フォンテーヌを流れる水や噴水から湧き出る水の放物線を表現しているように個人的には感じます。また途中で演奏されているイタリア発祥のマンドリンの音色が水の都ベネツィアを連想させます。水の化身としてのグラスハープとピアノ。冒頭から流れるグラスハープの透明な音色はフォンテーヌの清らかな水を象徴しています。しかしその響きはあまりに純粋であるがゆえにどこか冷たく、形を持たない水の不安定さや過去の記憶を呼び起こすような儚さを聞き手に与えます。楽曲の中でピアノが奏でるメロディーは華やかな群衆から切り離された孤独を表現しています。まるで劇場で一人立ち尽くしているかのような寂寥感を際立たせていますね。そしてクライマックスのピアノソロはフォカロルスがたった一人で頭上の剣を受け止めた瞬間を再現しているようにも聞こえます。シャンソンの哀愁とアコーディオンの揺らぎ。アコーディオンの音色はフランスの街角で流れるシャンソンのように人々の喜びと悲しみを同時に描き出します。知的で洗練された旋律はこうしたフランスのモチーフだけでなく、フォンテーヌという国が歩んできた歴史を同時に感じさせます。個人的にはシャンソンのカレハという曲のピアノバージョンがとてもフォンテーヌのイメージにぴったりだなと感じるので、よかったら聴いてみてくださいね。悲鳴として響き渡るコーラスの真相。楽曲のクライマックスで挿入される女性コーラスは非常に高い音域、ハイトーンで奏でられます。この音の高さは聴覚的に切迫感や極限状態を象徴しており、それが単なる歌声ではなく、喉を震わせて絞り出す悲鳴として心に突き刺さります。歌詞を使わず母音のみで歌う唱法で、ボカリーズというのがあります。ここからは個人的なこじつけのような意見になってしまうんですが、この歌詞を持たず母音だけで歌い上げられるボカリーズはフリーナが抱えていた真実を話してはいけない、誰にも相談できないというもどかしさが言葉にならない叫びとして消化されていると感じます。フリーナという孤独な演者との共鳴。この曲の盛り上がりはフリーナが500年間舞台の上で演じ続けながら心の中で上げ続けていた膨大な数の悲鳴が限界を超えて溢れ出した瞬間のようにも聞こえます。周囲を彩るフルオーケストラの華やかな伴奏は彼女に期待を寄せ、拍手を送るフォンテーヌの民衆たちの熱狂そのものです。その輝かしい世界に包まれれば包まれるほど中心で震えるピアノ、彼女の心と空を裂くようなコーラス、彼女の叫びの孤独がより鮮明に、より悲しく浮き彫りになります。スメールが神のためにみんなで知識を出し合い前進する物語であり、ナタが決して一人では戦わない熱い絆の物語であるならば、その間に置かれたフォンテーヌの物語はあまりにも孤独で、そして気高いものでした。楽曲フォンテーヌに込められた悲鳴のようなコーラスや独白のようなピアノの旋律。それは500年という長き時をたった一人で演じ抜き、耐え続けたフリーナの魂の震えそのものです。光り輝く水の国の裏側に沈む、原神史上最も悲しく、最も美しい愛と救済の物語がそこにはありました。今回の動画はここまで。また解説してほしい曲などありましたら、ぜひコメントしてくださいね。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた。